娘のことは俺に任せとけ。お前は仕事頑張れよ。仕事で忙しい私の代わりに娘の面倒を見てくれた夫。そんな夫の本性を知った私はすぐに夫との離婚を決意した。何よりも大事な娘を大事にできない夫なんて娘の近くにいてほしくなかったから。私の名前は陽子。夫と今年小学生になったばかりの娘灯花との3人で暮らしている。夫と結婚する前の私は仕事一辺倒の生活だったこともあって、結婚した今も仕事を続けている。共働き自体は最近では珍しくもないが、我が家の少し変わっているところは私の方が夫よりも収入がある点だろう。そのおかげで生活費に余裕がある反面、仕事が忙しく夫よりも私の方が家を空けることが多い。夫はそんな状況を受け入れてくれていて、一応は分担している家事も夫の方がやってくれている。幼い頃からこれが普通だったからか、娘も特に不満を言わず理解を示してくれていた。ただ私としては母親として娘との時間は確保したいと思っている。だからこそ休みの日や仕事が少ない日は可能な限り家にいて、娘の宿題を見たり遊び相手になっていた。それが娘にとってどれだけ意味のあることかはわからないが、今の私にとって娘との時間はかけがえのないものだった。夫のサポートと娘から元気をもらい、私は結婚後も多くの仕事をこなし、業績を上げてきた。それ自体はとてもありがたいことだが、その弊害として、来月の頭からまた出張になった。ごめんね、家を空けてばかりで。結婚前と変わらぬ頻度で出張などに駆り出されることも珍しくない。今回は1週間と短い期間での出張だが、時には1ヶ月ほどかかることもある。娘や夫との用事がある時はさすがに断っているが、それなりに高い立場で仕事をさせてもらっている手前、断りにくいのが現状だ。仕事なら仕方ないよ。家のことは俺に任せて気にせず行ってきな。まあ灯花は寂しがるだろうけどな。夫もこんなことは慣れっこと言った様子。それはいいのだが、問題なのは娘の方だ。私が家を空けることに理解があると言ってもまだ小学生。普段の仕事で遅れるときはあまり気にしてないようだったが、私が出張に行くとなるとかなりぐずるのがいつもの流れだ。ママ、またどこか行くの？私と夫の話を聞いてなんとなく察したのだろう。娘が私の足にしがみつきながらそう聞いてくる。ごめんね灯花、1週間くらいで帰ってくるからいい子で待っててね。そう言って娘の頭を撫でるが、そう簡単に納得はしてくれない様子。娘は泣きそうな顔で私を見上げ、やだ、ママがいないの嫌なんて言いながら首を横に振る。そんな娘の様子を見ていると、出張なんてやめようかと心が揺れるが、仕事なのでそうもいかない。私は心を鬼にして灯花と向き合う。帰ってきたら灯花の行きたいところに連れて行ってあげるから。ほら、この間遊園地行きたいって言ってたでしょ。来週の日曜にでも一緒に行こう。私が言い聞かせるように言っても、娘はなかなか首を縦には振らない。今回はいつもよりも嫌がっていて、そんな娘に少しだけ違和感を覚えた。そんな中、不意に夫が娘の肩に手を置き、灯花、そんなにわがまま言ったらいけないだろう。パパ、しばらくは早く仕事から帰るからさ、一緒にママが帰るの待ってよな。夫の言葉を聞いて、娘はようやく納得できたのか、私から離れてくれた。こうして娘に寂しい思いをさせるのは心が痛いが、仕事なので仕方がない。そう自分に言い聞かせ、今日は娘と一緒に寝てあげようと心に決めた。この日はそのまま食事を終わらせ、決めた通りに娘と一緒に就寝することに。しかし次の日の朝、私が出張に向かう準備をしていると、遅れて起きてきた娘の様子がおかしいことに気づいた。普段から自己主張の強い方ではなく、どちらかといえばおとなしい娘だが、それにしても元気がない。そう思い、娘の額に手を当ててみると、うわっ、すごい熱じゃない？大丈夫？昨日の夜、いつもよりも私が出張に行くのを嫌がったのはこれのせいか。なんて一人で納得しつつ、娘の心配をする。娘は熱っぽい顔で大丈夫とは言っているが、
どう考えても大丈夫じゃない。ああ、これはダメだな。今日はパパと一緒に病院に行くか。保険証っていつもの棚に入ってるよな。私同様に娘の額に手を当てた夫は、私に確認を取りながら棚から保険証を出した。こんな状態の娘を置いていくのは気が引けるが、幸いなことに今日は夫が休みだ。悪いけど、どうかのことをお願いしてもいい？私はもう出ないといけないし。申し訳ないとは思ったが、夫にお願いするしかない。私は夫に頭を下げる。こっちは大丈夫だから心配するな。それよりも時間大丈夫か？新幹線で行くんだろ？快く娘の対応を引き受けてくれた夫にそう言われて、慌てて時計を見る。娘のことで忘れていたが、すぐにでも出ないと間に合わない時間だ。今日の病院での診察結果なども連絡してくれるようにお願いし、残っていた準備もまとめて終わらせてしまう。私が仕事で家にいない時はいつも夫が面倒を見てくれているのだ。夫からしたら私が仕事に遅れる方が色々と気にかかるだろう。そう思いすぐに家を出て出張先に向かう。今回の出張先は新幹線に乗って1時間ほどの場所だ。何かあればすぐに帰ってくることもできるので、今は娘のことは夫に任せて自分は仕事に集中しよう。そんなことを考えていたのだが、私はすぐにこの考えを後悔することになる。それは新幹線に揺られ出張先に着いてすぐのことだった。私のスマホが鳴る。着信画面を見ると自宅からの電話だった。どうしたの？家の電話で連絡してくるなんて珍しいね。私は電話の相手が夫だと思い、そう尋ねる。しかし、ママ、助けて。え？どうか？一体どうしたの？パパは？電話口に出たのは夫ではなく娘。しかもとても辛そうな声で、朝よりも体調が悪いように感じた。そんな娘からの SOS に私は思わず慌ててしまう。家を出る前に確認した通り、夫は休みで娘の面倒を見ているはずだ。なのにどうして熱で苦しんでいる娘が電話してくるのか。それに助けてってどういうこと？そんな疑問は次の娘の言葉ですぐに解決した。パパが女の人と出て行った。私、今一人で。苦しそうに言葉を口にする娘。こんな状況で嘘をつくとは思えないし、夫は本当に出て行ったのだろう。高熱の出ている娘を一人置いて出ていくなんて何を考えているのか。そんな怒りが湧いてくるが、今はそんなことよりも娘の方が大事だ。だが、私が今から帰っても家に着くのは数時間は後のこと。娘の様子を考えたらそれでは遅すぎるだろう。かといってこんな状態の娘を置いていった夫に連絡するのは論外だ。どこで何をしているかは知らないが、正直今は信用できない。そこで私はうちの近くに住んでいる両親を頼ることに決め、娘にそのことを伝える。おばあちゃんとおじいちゃん来てくれるの？ママは？辛そうに言う娘に心が痛くなる。ママもすぐに帰るから待ってて。それまではおじいちゃんたちと一緒にいるのよ。おじいちゃんたちが来るまで家の鍵を開けたらダメだからね。熱が出ている娘には酷かもしれないが、小学生の娘が戸締まりもしていない家に一人なんて最悪だ。それこそ熱どころの問題ではなくなってしまうかもしれない。娘には本当に申し訳ないが、戸締まりの徹底だけはするように伝え、私はすぐに両親へ連絡する。事情を知った両親はすぐに家に向かってくれるとのことで、10分もすれば私たちの家に着くだろう。私も一緒に出張に来ていた上司に事情を説明し、帰宅する許可を得た。そのまま再び新幹線に飛び乗り、帰宅する前に夫を問い詰めようと夫に電話。どういう経緯があったのかは知らないが、どんな事情であれ高熱の娘を置いて出て行っていいはずがない。そこのところを詳しく聞こうと思っていたのだが、どれだけ電話を鳴らしても夫は出ることはなかった。その代わり帰宅途中に両親から娘を病院に連れて行くと連絡があり、私も家には寄らずにそのまま病院へ。私が着いた時にはすでに娘の容体は安定していたようで、病院のベッドの上で点滴をされながら眠っていた。そんな娘の寝顔を見て安心すると同時に夫への怒りが再燃する。そして夫への怒りと同じくらい自分にも怒りを感じた。結婚前から仕事一筋で生活をしてきて、結婚後も夫や両親に甘える形で仕事を優先してきた。その結果が
一番大事なはずの娘を危険にさらすことになったのだ。本当に情けないし、何のために働いているのかすらわからなくなる。そうして不甲斐ない自分にも無責任な夫にも言いようのない怒りを感じていると、悪い悪い、電話来てるの気づかなかった。どうかしたのか？かかってきた電話に出ると、夫がのんきな声でこんなことを言い出す。何も知らない夫に私は普段よりも冷たい声で問いかけた。ねえ、どうかは？どうしてる？突然の私からの質問に夫は少しだけ困惑しつつ、10日だったら元気だよ。まだ熱はあるけど退屈みたいで寝かしつけるのに苦労したよ。私が何も知らないと思って夫は平気でそんな嘘をついた。しかし当の10日は私の目の前で寝ているのだ。そんな嘘が通るはずもなく、私はすぐに夫を問い詰める。はあ？あんたのせいで10日は病院に運ばれたんだよ。なのによくそんな嘘を平気でつけるね。思わず語気が強くなる私の声に夫は、いや、何言ってんだ。そんなわけないだろ。てか、お前今出張先だろ。なのになんでそんなことわかるんだよ。私の言っていることを冗談として流そうとする夫に、あんたが熱の出てる10日を置いて出て行ったのは知ってるの。10日は今病院のベッドで寝てる。目の前にいるんだよ。そんな嘘ついても意味ないの。さすがの夫も事情を把握したのだろう。慌てたように、マジで病院にいるのか？嘘だろ。俺はそんなつもりじゃ。なんて意味のない言葉を口にする。しかし今はそんな言い訳はどうでもいい。言い訳はいいからすぐに来て。病院の住所は LINE で送ったから、その時に詳しい話も聞くからね。そう言った後、問答無用で電話を切ってやった。幸い10日は熱が出た中で無理に動いたせいで熱が上がっただけなので、今打っている点滴が終われば家に帰ってもいいと言われている。10日が寝ているので目が覚めるまではベッドを使っていいとも言われているし、夫が来るまでの間は問題ないだろう。それまでは10日のそばにいようと決め、私は夫がやってくるのを待った。それから1時間もしないうちにやってきた夫はベッドで眠る10日を見て、10日大丈夫か？と10日に駆け寄ろうとする。しかし私は10日と夫の間に割って入るように立ちふさがり、10日は寝てるだけだから大丈夫。それよりもここで話をしてたら10日を起こしちゃうでしょ。とりあえず病院の外で話をしましょう。両親に10日を任せ、夫を連れて外に出る。夫は10日の方を気にしていたようだが、さっきも言った通り10日は寝ているだけだ。体調にも問題はないし、今はそっとしておいてあげる方がいい。それをなんとなく察したのか、それともこれから私からされる話への言い訳を考えているのか。意外にも素直に私についてきた。そしてやってきたのは病院から少し離れた位置にある公園。ここならもし揉めたりしても病院に迷惑はかからないだろう。で、何がどうなったら熱の出てる10日を置いて出ていくことになるの？私が納得できる説明ができるならしてみてよ。冷たくそう言い放った私に、夫は顔を真っ青にしながら、本当にごめん。俺こんなことになるなんて思ってなくて、悪気はなかったんだ。高熱を出した小学生の娘を一人にして何もないと思っていること自体問題だ。それすらわからないなら父親なんてやめた方がいい。私は夫にそう伝える。すると夫は、本当にすまなかった、許してくれ、そう叫びながらその場で土下座。しかも真っ青な顔で泣きじゃくっている。大の大人が情けないことこの上ないが、下手な言い訳を続けられるよりはマシだ。とはいえこれじゃあ何の説明にもなっていない。大体の予想はついているが、本人の口から聞く方が楽なので、私はそのまま夫への質問を続ける。私に謝っても意味なんてないでしょ。それに何の説明にもなってない。私はどうしてこうなったのかを聞いてるの。一緒に出て行ったっていう女は誰？娘から聞いていた話も持ち出し、夫を問い詰める。しかし夫はバカみたいに、すまないと泣きながら繰り返すだけで話が進まない。泣きたいなら好きなだけ泣けばいいが、こんなことを続けられても困る。どうしたものかと頭を抱えていると、パパが一緒にいたのはケント君のママだったよ。声がした方を向けば、10日が両親と一緒に立っていた。10日の体を心配して近寄ると、もう大丈夫なようで一安心すると、10日の声に反応して顔を上げた夫は、10日の発言でさらに顔を青くしている。
さっきまであれだけ泣いていたのが嘘のように涙も止まっていた。私は10日にお礼を言って両親と一緒に離れているように伝え、ケント君のママってつまりダブル不倫ってこと？私の問いかけに夫は、いや、それは違うんだ。どうかの見間違いっていうか。しどろもどろになりながら言葉を続ける。しかしこの反応を見るに明らかに黒。本当に違うのね。だったらケント君のママにも事情を聞いてみましょうか。トーカが見たって言ったらさすがに話してくれるでしょうし、間違いならそれで問題ないもんね。なおも言い訳を続ける夫を黙らせるように言い放つ。だがそうなると困るのは夫だ。ケント君のママに確認を取られたら不倫がバレるのは確定する。不倫のために高熱の娘を置いて出て行ったなど誰が聞いても最低だ。だからこそ何かうまい言い訳を考えているようだが、そんなものが簡単に出てくるはずもない。それに何より私はこのまま逃がすつもりもなかった。ケント君のママに確認してもわからなかった場合は更新所でも雇って調べるから。言っとくけど逃げられるなんて思わないでね。これから10日を一人で育てていくためにも確実にあなたから慰謝料をもらうから。そう言って未だに膝をついたままの夫を置いて私はその場を後にした。その後ケント君のママを問い詰めると更新所に頼るまでもなく全てを話してくれた。今までの不倫歴はもちろん証拠になる写真まで。お互いの家族を交えての家族会議で2人の不倫の証拠は全て出揃い、私もケント君のパパも2人から慰謝料をもらうことを決めた。当然だが離婚もすることになり、私はシングルマザーになることに。ダブル不倫ということで慰謝料の金額も高くなり、夫もケント君のママも不倫の代償は決して安くはなかったと言えるだろう。お金と一緒に家族も失ったことを考えればそれも当然の話だ。娘はといえば病院から出てきた時点で体調も回復しており、その後も特にぶり返すようなこともなかった。これは後から知ったことだが、私が出張に行くことを異常に嫌がっていたのは熱だけが理由ではなかったらしい。娘と二人きりになると夫が不倫のために家を空けることが多かったそうで、そのことが嫌で出張に反対していたようだ。そんなことをした夫にも、そんなことに気づかなかった自分にも嫌気がさす。結局自分の一番大事なものは自分で守るしかないのだ。今回の件でそのことが身に染みた私は職場とも相談して今後は出張などは控えることに。多少お給料は減ってしまうが娘との時間はお金では買えないのだから、それに比べたらなんてことはない。もう今回のような間違いが起きないよう私は母親として娘と向き合っていこうと思う。